おはようございます。たかしです。本日は5月23日火曜日、ただいま9時9分。それではポンド円のトレードポイントを見ていきましょう。最初にお知らせです。ドル円とゴールドの相場分析をポストプライムという SNS で無料配信しています。ご興味があればポストプライムへの無料登録とチャンネルフォローをお願いします。詳細は概要欄にあります。ではまず日足から見ていきましょう。現在日足は直近の高値付近というところで最高値のところにあるんですね。ですのでまだ上昇する可能性はあるんですが、ここからのロングエントリーは優位性がありませんのでおすすめはしません。ただし、かといって売っていっていいのかというと、基本的には上昇トレンド強く上昇してきてますので、値頃間での逆張りは危険ですので、そこも禁止ですね。ですので下がったところを買っていくというおしめ買いスタンスなんですが、そろそろこの上昇も怪しくなってきたと感じてます。それはストキャスティクスが高値圏に来ていること、そしてマックディの動きが怪しいんですね。今のところずっと強く上昇してきてますが、マックディっていうのはほとんど動いていないんです。どちらかというと横ばいもしくは下向きになりそうなそんな雰囲気になってきましたので、そろそろ下落に向かってもおかしくないのかなというところ。ですので現在は上昇トレンド中でまだ上昇しそうな雰囲気ではあるんですが、日足単位ではそろそろ大きめの下落に入る、つまり調整の下落ですね。この GMMA の青帯付近までの下落っていうところは考えておきたい。それがそろそろ近くなってきているという、そういうタイミングに入りかけているっていうところは念頭に置いておくのがいいと思います。チャンネル登録してね。では4時間足です。4時間足には緑のボックスを描いてます。日足の高値圏でさらに現在はこういう中でのレンジと考えております。こちらも GMMA は上向きですので、基本的には下がったところを買っていくおしめ買いスタンス。ですので 171.2 付近まで下落してくれば、ここは買いポイントになってきますので、昨日なんかは買いポイントでしたね。ちょうど GMMA に接触してからの上昇となってきております。現在はボックスの上限にありますので、ここからは一旦の下落を待ちたいところ。そしてここの上限を抜けてくればもう少し上昇すると思いますので、そのあたりを見ておくのがいいと思いますが、今は高値圏にありますので、下がるのを待ってからのロングエントリーをしていかないと、本日もし下げなくってこのままじりじりと上げてきた場合、そこについていくのは危険かなとは考えます。明確に直近の高値を上抜ければ、次はこの高値がサポートに変わったところからの上昇っていうのを狙うことは可能ですが、今は大きくはレンジの上限にありますので、もしかするとレンジ下限を目指して下落する可能性もあるっていうところで、ブレイク狙いのロングエントリーは危険です。そして今4時間足のマクディはダイバージェンスを起こしてきておりますので、日足のマクディも怪しい雰囲気でしたが、今4時間足もダイバージェンスを起こしているというところで、ここからの上昇はやはり注意が必要ですね。では1時間足です。こちらは直近の安値から高値にフィボナッチリトレースメントを引いてます。その 23.6% 付近が抵抗になって、そこからの上昇となってきております。そして1時間足の GMMA も上向き、4時間も日足も上向きですので、基本的にはこの流れに逆らわないのがいいと思いますが、やはり高値圏というところでいつどこで大きな急落に入るかはわかりませんし、今4時間足のマクディも怪しい、そして4時間足、日足のストキャスティクスも高値圏に来てますので、ここからの上昇は慎重にしていく必要があります。今1時間足には白の平行チャンネルを引いてます。この加減ぐらいまで下落してくれば、そこからのまた上限を目指しての上昇の流れに乗っていくことは可能だと思いますが、現在は上限にありますので、ここでのブレイク狙いのロングエントリーは危険です。まずは下がってくるのを待つ。そして下落してきた場合は一旦この黄色のゾーンが抵抗になってきます。これは過去のもみ合いゾーンでもありますので、下落してきた場合はこの辺りでの下げ止まりを待って、そこからの次の上昇の流れを見ておいてもいいと思いますが、そうなってくると次1時間足の GMMA の下に入ってくることになりますので、上値は重く再度下落、ここからの1時間足単位での下落トレンドに入っていく可能性というところも考えておくのが良さそうですね。今のところの動きを見てますと、直近のこの上昇幅っていうのがだんだんと値幅が小さくなってきてますよね。今までの上昇幅に比べて、ここ直近っていうのは上昇高値更新はしているんですが、その更新幅っていうのがかなり小さくなってきている。つまりここでの上げ止まりからの下落になる可能性を含んでいる、そういう動きをしてますので、基本は上昇トレンド中なのでおしめ買いなんですが、高値圏に来たところでは試し売りっていうのもありだと思います。ただしやはり値頃間での売りエントリーっていうのは危険ですので、高値圏で売っていけるっていうのはすぐ上に損切りを入れられるからっていうことですので、損切りを入れないような売りですとそれは危険ですので、そこは控えていただきたいですね。基本は下がってくるのを待つ。昨日みたいな動き、下がってきたところからの次の上昇を狙っていくっていうのが安全です。それでは本日は以上です。
この動画がわかりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。YouTube のメンバーシップでは初心者の方向けの丁寧なスキルアップ動画を毎週更新しています。トレードの基礎が学べるメンバーシップにご興味があれば一度お試しください。また初心者ではないけど安定して勝てないという方はポストプライムでのプライム会員をお勧めしています。こちらは YouTube のメンバーシップと違って2週間の無料期間があります。7月からプライム会員価格を値上げしますので、少しでも気になる方はお早めの行動がお得です。今登録すれば値上げ後も今の価格が適用されます。ぜひ無料期間を有効にご活用ください。詳細は概要欄にあります。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。インジケーターの使い方解説ブログを書きました。GMMA、ストキャスティクス、MACD の使い方について詳しく書いてます。まずは一度目を通してみてください。きっとスキルアップのお役に立てると思います。インジケーターは何気なく表示させるのではなく、理解して使いこなすことが大切です。また、インジケーターを使ったエントリー手法のテキスト販売を始めました。こちらは初心者から中級者向けですが、初心者の方向けの初級編もご用意しています。勝つための聖杯なんてありません。だからこそ地味にコツコツとスキルを積み上げていくものです。このテキストはそんな方のお力になれると信じています。せっかく FX を始めたのですから、明るい未来を夢見て頑張りましょう。